ご無沙汰してます。って辻です。今回は上半期絶対抑えるべき高級炊飯器ということやねんけど、型落ちを含めたお得な鉄板高級炊飯器ベスト5ということで解説をしていきたいと思います。こんな感じやね。ない状態で確かめています。ということで、タイガーの6モデル使い比べた結果、炊飯器をどう選ぶべきかということについては、この動画を見てもらいたいんやけど、このような形で6モデルを老若男女9人食べ比べしたアンケートの結果、もちろんどの炊飯器かはわからない状態で、米だけを小皿に乗せて、でもやはり高級はうまかった、香りと旨味に差が出てたという結論になったということだよね。これは俺の実感値としても揃ってて、過去に安価モデルの炊飯器に買い替えた時になぜか炊きたてのご飯の味が顕著に落ちた、そのショックの経験があるっていうのがあるよね。でも今回食べ比べてやっぱり高級炊飯器の味はうまかった。違いがあったということだよね。詳しくはこちらの動画見てもらえたらと思うんやけど、選び方の結論としては、毎日うまい米が食べたいなら、主要メーカーの最上位もしくはセカンドモデルの炊飯器を選べということやね。なぜなら高火力高対流で味がやはりうまくなるってこと。ただし数年前のモデルの形でも味は一流ということやね。つまり型落ちでも全然遜色ないということやね。それから追加の結論があるとすると、保温性能に大差はなし。高級炊飯器だからといって保温し続けて味が維持されるということはないということやね。ということで、メーカーごとで見ていきたいと思うんやけど、まず、高級炊飯器の味がうまいと使い比べた経験から担保できるのは、象印、それから三菱、それからパナソニックタイガーやね。これらの4メーカーについて現行品と型落ち品、数年前の型落ち品も含めて、中心機能がどういう差があるのか、それから Amazon レビューはどうだったのか、それから実勢価格はどうなっているかをそれぞれ見ていきながら、まずその1、価格と評価から鉄板候補を絞るということだね。それからその2、その中から鉄板炊飯器ベスト5を選んでいきたい。では順番に見ていきたいと思います。雨降ったら結局おかん。まずタイガーやね。タイガーはもうすでに最上位モデル、2024年モデルで言うと、9万1000ということで、やっぱり10万円近くなってて、で、セカンドで言うと5万8000ということだよね。で、これが、この型落ちだったらどうなってるかということやねんけど、こんなような感じになっていて、まず中心機能にどんな差があるかやね。これで見ると、2022年の型落ちで言うと、最上位モデルでも最高温度は280度でしたってことで、実はこの最高温度を言ってるのはタイガーだけなのよね。だから相対比較しづらいんだけど、一応高温かどうかっていうのをここで見ることができるってことだよね。ということで、2022年280度が現行品もしくは1年型落ちだったら300度になってるっていうことだよね。それから Amazon レビューを見ていくと、この最上位モデルは129レビューあるがそこまで高くないよね。という中ではあるんやけど、価格を見ていくと、こんな感じで、現行品と1年前のモデルで見ると、およそ1万6000円の差ってことだね。型落ちの方が1万6000円ぐらい安くなってるってこと。さらにもう1年前と比べると、あんまりも値段が変わらないね。それからセカンドモデル、最上位モデルの次のモデルやねんけど、これで見ると現行品の方が安くなってるね。時折セールをしてその値段が下がってたりもするんやけど、少なくとも型落ちと比較して現行品の方が高くなって、型落ちを選ぶべきというよりは現行品の方がいいということが言えるね。ということでタイガーでの鉄板候補はこのような感じやね。上位モデルで言うと型落ち2モデル。セカンドモデルで言うと、現行モデルが良いということとなります。次に象印やね。象印の方も最上位モデルは10万2000円ということでもかなり割高になっていて、セカンドの方で言うと7万円ということだよね。で、これを型落ち品で見ると、このような感じになってて、実は象印についてはもう2年前のモデルの在庫がないということで、1年前の型落ちしか市場にはありませんでしたってことだよね。っていう風に見ていくと、やはりこうやって見ると、レビュー数が61あって評価が4.2、こっちも69あって4.6ということで、これ実施ベースでもやっぱり象印の米の味っていうのはやっぱり硬いは硬い。硬いというのは手堅いってことやね。という中ではあるんやけど、どういう差があるかで見ていくと、この白米特急っていう機能は現行品にはついているが、型落ち品にはついてないってことだよね。これ1号だけで16分ってことで、とはいえ急ぎモードはあるので、これはマストじゃないと思うけど、一応差としてはそういうのがあります。上位モデルはもう中心機能に差はない。という中で価格を見ていくと、
もう型落ちと比べても最上位モデル、たった5000円の差ということになってるので、型落ちだからお得っていうのはなかなか言いづらいね。レビュー評価も高いし、それにやはりこれまでの味の良さの評判もそもそも高いっていうところがあるので、商品としてはいいよね。ただし型落ちメリットはあまり出てないっていうこと。ということから、象印の鉄板工法は5000円とはいえ、スムージー作るための割と高性能なミキサーも買うことができるし、言っても大きいよね。とはいえ、思ってるほど型落ちとの価格差が少ないということではあるんやけど、上位モデル買うんであれば、やはりこの23年モデルがいい。それからセカンドモデルだともう金額もほとんど変わらない。これで言うともう200円ぐらいしか変わらないので、どちらでも良いでしょうということだよね。ということで次、三菱やね。これ三菱の米が美味しいっていうのはなかなかあんまり知られてないんやけど、実は三菱っていうのは、実はその炊飯器っていうのは IH 炊飯器っていうカテゴリー、圧力 IH 炊飯器っていうのがあって、この圧力 IH 炊飯器の方がなぜか良さそうに感じるんやけど、圧力をかけることで先にも米に水分が浸透しすぎて、逆に言うと米の旨味や味が出づらいという考え方でやってるのが三菱やん。だから圧力はかけてないんだけど、実際食べてみたらうまいのよね。という三菱ではあるんやけど、現行品で見るとこんな感じだよね。最上位モデルで77,000、それからセカンドモデル64,000ということだよね。で、これを型落ちで見ていくと、こんな感じで Amazon レビューの評価も非常に高いね。2年型落ちの方もそんなに低くはないということで、やっぱりこのあたり、買った方が最上位モデルなのに、やや割安で、食べたら美味しいっていうところが出てるんやないかなと思ってる。で、機能の差で言うと、低温調理機能っていうのが現行品で新しくついた以外はほとんど3年で見ても中心機能に差はないということやね。ということで次価格差見ていくと、現行品と1年前の最上位モデルの価格差っていうのはだいたい5000円。それからセカンドのもので言うと 1.3 万円ということで、ここは結構大きいよね。ということで鉄板候補は最上位モデルで言うと1年前の型落ち。それからセカンドで言うと1年もしくは2年前やね。最上位モデルとほぼ同等の炊き方で味も担保されてるこのセカンドが5万円ぐらい買えるっていうのは一つ推しかと思います。最後にパナソニックはね、パナソニックの最上位モデルは10万円近い 94,700 円ということで、セカンドが76,000円ということでね、これを型落ち品で見ていくと、こんな感じになっていて、例えばこの最上位モデルで言うと評価は 3.7 ということであんまり高くないよね。セカンドで言うと4万円ぐらいまで下がってる中なんで、そういう意味で言うと価格メリットもあるっていうようなところから評価も上がってる。で、2年前の型落ちになると、現在のビストロスタイルの形じゃなくて、商品デザインも変化してるよね。とはいえ、こういう風に見ていくと、2年前の型落ち品に価格メリットがあるかというと十分高すぎるので、これは買うメリットはほとんどないということだよね。ということで価格を見ていくと、こんな感じで、特に最上位モデルで言うと3万円も差が出てる。セカンドで言うとさらに 3.6 万円の差となっているので、特にパナソニックについてはこの型落ちメリットっていうのは出てるってことだよね。ということで、最上位及びセカンドともに1年前の型落ちが鉄板候補ということになります。その1鉄板候補を見ていったんで、ここからどれがベスト5なのかということについて解説をしていきます。ということで早速いきましょう。5位ということで、5位はタイガーやね。タイガーのこちらの1年型落ちの最上位モデル JRX-T100 ということになります。こちらの評価ポイントはタイガーの最上位モデルで 1.6 万円値段が下がっている。機能についても現行モデルと比べても全部入り。特に今推している最高温度も300度維持しているということで、これは価格メリットがある。ただし、Amazon の評価はこれはまた見てもらったらと思うんだけど、やっぱり評価の中には辛口な意見もちょっと入っているんで、その中からご判断いただけたらと思います。続いて4位ということで、4位はこの三菱の NJVW10F ということでね、これはセカンドモデル1年型落ちということになります。これはさっきもあった通り 4.8 の評価を獲得しながら値段が5万1000円で買えるということで、最上位モデルに近い炊き方で、しかも5万円でそれが手に入れられるというのは一番今回の鉄板候補の中で言うともコスパが高い製品ということになります。続けて3位はね、3位はパナソニック。パナソニックの最上位モデル。最上位モデルが一番安くなってるね。Amazon で 64,800 円ということで、パナソニックもこの最上位モデル、パナソニックがこの圧力をかけて食べるということで少し柔らかめにはなるんやけども、過去で言うと産業の圧力機構を会社合併とともに吸収して最高の炊飯器を作ろうというバックボーンもある中の最上位モデルなんで、これが 64,800 円で手に入れられるんであれば、これはこれでありやと思う。それから2位やね。
2位は象印のセカンドモデルということで、ここは型落ち現行品とも値段がほとんど変わってないってことは非常に残念やねんけども、特に象印は最上位モデルとセカンドモデルの中の差っていうのが、細かい調整機能とか、あるいはその米の炊き分けとか、そのあたりにほぼ集約されているので、セカンドでも十分象印の一番味のうまい炊き方を再現されているので、それが7万円レベルで手に入るというのは、これは一番手堅い選択かもしれない。ただしこの米の味の好みっていうのは多少があるので、この2位がいいのかもしくは1位がいいのかっていうのはご検討いただけたらと思います。ということで1位はね、1位がこの三菱の最上位モデル。これは1年型落ちの NJBW10F やね。Amazon レビューの評価も 4.8 あって、特に米の甘み、旨み、それから香りが立つっていうところについては非常に評価が高い。例えば Amazon レビューの表を見てみても、こんな感じで 4.8 にいってるんだけど、2とか1は1個もないんよね。で、しかもこれって1年前のモデルなんで、ある程度レビュー数は溜まってる。これで言っても50レビュー入ってるのに、にもかかわらずこの評価の高さっていうのは、これはちょっと確かめてみる必要があると思うね。これはさっきの食べ比べ動画の時に実際に俺も自宅で使ってたんやけど、やっぱり米の味は過去のモデルもうまかったね。これがさらにアップグレードされてる Amazon レビュー評価も含めて鉄板1位の炊飯器ということになります。以上となります。このチャンネルでは鉄板家電生活改善情報について発信していきますので、いいねと思っていただけたらチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。